こんにちは、月島です。今回はギターやベースの弦を交換した後の弦高調整に便利なツールのストリングゲージとラジアスゲージを見ていきたいと思います。目次です。ストリングゲージの使い方、ラジアスゲージの使い方、最後にまとめです。ストリングゲージは主に1弦と6弦の弦高を調整するために使用します。また、ほとんどのエレキギターでは芋ネジでサドルの高さを調節しますので、弦を交換した時に高さがずれてしまうことはあまりありません。ただ、レスポールタイプのブリッジは弦を交換するときにブリッジ部分のネジが簡単に動いてしまうため、弦高が変わってしまいます。そのため、新しい弦を張った後のチューニング時には必ずストリングゲージや定規を使用してのチェックが必要になります。参考までに私の場合はレスポールの1弦側が 1.5mm で6弦側は 2mm に設定しています。ストラトの場合は1弦側が 1.75mm で6弦側が 2.25mm です。1.8mm と 2.3mm の方が数値的にスッキリするのですが、このストリングゲージは 1.75mm と 2.25mm という刻みになっていますので、これに合わせています。ベースは1弦側が 2mm で4弦側が 2.5mm に設定しています。これらの数値設定は個人の好みですので自由に設定可能です。私は気持ち高めのセッティングにしています。弦高を下げすぎると弾いた時にビビりが発生する場合がありますので、ほどほどの設定が良いと思います。ある程度標準と言われる設定にしてもビビりが発生する場合は、ネックの反りやナットの高さ、フレットの摩耗などをチェックする必要があります。ストリングゲージを使うときは12フレット上にゲージを合わせて希望の高さを確認します。フェンダータイプのギターの場合は芋ネジを使用してサドルの高さを調節して弦高を設定します。ベースも同様の方法でセッティングします。レスポールタイプの場合はブリッジ下のネジを調整して弦高を決めます。私はこのゲージを使うことで弦高のセッティングがとても楽になりました。次はラジアスゲージを使用して1弦と6弦の間の2から5弦を調整する方法について見ていきたいと思います。ギターやベースの指板はネックを縦にしてみるとカーブを描いています。ラジアスゲージはその指板の R を測るためのツールです。そして指板の R を知ってどうするのかというと、ブリッジサドルの2から5弦の高さ調節に使用します。まずストリングゲージを使用して自分の好みの高さに1弦と6弦を設定します。次に指板と同じ R のラジアスゲージをサドル部分に当てます。2から5弦の高さが合っていない場合は、ここに隙間ができたりラジアスゲージが浮いたりします。その場合は隙間が埋まるように2から5弦のサドルの高さを調整します。この作業をすることで指板の R に沿うように弦高を調整することができます。またラジアスゲージは持ち手の部分に数字が書いてあります。これはインチで表記された R です。例えば私の使用しているベースは R が 9.5 インチですので 9.5 と書かれたゲージを当てるとぴったりとはまります。ちなみに私が持っているゲージセットは R が9種類もありますが、ギターやベースはだいたい4種類に分類されます。代表的な R とギターの種類をまとめると、 7.25 インチはフェンダーのヴィンテージタイプ、 9.5 インチはフェンダー USA のスタンダードタイプ、12インチはギブソンの一般モデル、16インチはマーチンなどのアコースティックギターです。
おおよそ以上のような感じで当てはまります。またギブソン系のブリッジ形状をしたギターは弦を通すテールピースに R が付けられているのと、ブリッジのコマにも高さの違いが付けられています。そのため1弦と6弦の高さをセッティングすれば自然に2から5弦の高さは決まりますので、ラジアスゲージを使用した作業は不要になります。ギターやベースを始めたばかりで弦高調整の仕方がわからないという方もいらっしゃると思いますので、今回はストリングゲージとラジアスゲージの使い方をレビューしてみました。弦高は弾きやすさに直結しますので、ベストな状態にセッティングできると良いと思います。またどちらのツールもアルミ素材ですので、ギターやベースの上に落としたりしてしまうと簡単に傷がつきますので、取り扱いには注意が必要です。それでは最後までご視聴ありがとうございました。